この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。バブさん、18歳男性からの質問です。絵の仕事について質問です。最近、知り合いの中でもよく話題になるのですが、イラストレーターが企業様の依頼をいただき始めるきっかけというのはどういう感じなんでしょうか？ Twitter や Pixiv で評価が上がっていけば、そのうち企業様からメールなどで依頼をいただけるようになりますか？それとも、こちらから何か行動を起こす必要はあるのでしょうか？コンテストなどで成果を出すなど、斉藤直樹先生の最初の依頼をもらったきっかけを教えていただけたら幸いです。あと、いつも動画ありがたく見させていただいております。これからもずっと続けてほしいです。とのことです。バブさん、ご質問ありがとうございます。この方はですね、実は以前から存じ上げている絵師さんで、以前、Pixiv の高校生イラストコンテストでかなり活躍されていてですね、審査員の間でも、この人いいねって、すごく話題に上った人なんです。こういう絵を描かれる方ですね。僕ね、この方の絵、すごく好きなんですよね。めっちゃ魅力的じゃないですか？好き。で、最初に結論言っちゃうんですが、イラストレーターが企業から依頼をもらう方法、答えとしては2種類方法があると思います。圧倒的に目立つ、自分の需要を可視化するの2つです。ちょっとこれだけ聞いてもわからないと思うので、わかりやすく実例を挙げて紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、いつか絵を仕事にしたい。でも企業から仕事をもらうって、最初はどうしたらいいのかわからない。そんな疑問を解決して、ご自分に合った努力の方向性を整理していただけるヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。企業に入るのと企業から仕事が来るは違う。まずですね、ちょっとごちゃごちゃになっている人もいると思うので、最初に大前提のお話をします。それは何かっていうと、企業に入るのと企業から仕事をもらうのとでは全く違うっていうことです。例えばね、よく聞く間違い。これ僕もそうだったんですが、こういう例がね、多いです。うわー、このゲームめっちゃ好き、面白い。こんなゲームのキャラクターとかメインビジュアルとか描いてみたい。よーし、このゲームを作っているこの会社に入って、こういうゲームのキャラクターデザインとか、ポスターとかをもうバンバン描いて、有名イラストレーターとして活躍するぞ。はい、これですね、少なくとも今の日本の企業の中では実現しません。いや、実現しないっていうのはちょっと言い過ぎなんですが、非常に難しいルートです。なぜかというと、企業内部のクリエイターに求められることと、商品のメインビジュアルをお願いされるようなクリエイターに求められることって、そもそも違うことが多いからですね。これですね、僕も30代半ばになるまで、全く実感として分かっていませんでした。まず最初に、企業に入るのに必要な能力を説明したいんですが、就職する上で必要な能力って何かというと、これはもう一言で言うと、何でもできること。何か突出した能力とかなくてもいいので、どんな絵柄でも、リアル系でもデフォルメ系でも、あるいはUI とかでも、全部をまんべんなく作れることが理想です。特にですね、絵を描くことが多い制作会社の場合には、誰かの絵柄の真似が上手いこと、これが必須条件だと思います。なぜかというと、会社の内部のクリエイターの仕事って、大体の場合にはメインのイラストレーターがいて、その人の絵柄合わせの仕事とか、外注にお願いしたんだけど、クオリティが低いまま納品されてしまった絵の手直しとか、その絵をゲームに実際に登場させるために、仕様に落とし込む作業とか、あとはデザイン周りの仕事とか、主に裏方の仕事が中心になるんです。だから、個性やオリジナリティよりも、むしろ無個性でなおかつ高い技術を求められる。これが企業に入るクリエイターに求められる能力です。対して企業から仕事が来る外注の仕事に対して求められる能力はもう真逆です。全部をまんべんなくこなせる必要は全くないので、その一点だけ光り輝いていること。そういった役割上ですね。外注のクリエイターはそのコンテンツのメインビジュアルとか表向きのパッケージの見た目を担当することが多いです。企業がね、外注に絵をお願いしてくる時というのはですね、ピンポイントで手助けしてほしいお助けカードみたいな感じです。この人の絵、我が社の他のプロジェクトには全く合わないけど、このプロジェクトにだけはこの人の絵のイメージがぴったり合う。それに
にこの人有名みたいだから話題にもつながって売り上げも伸びるだろう。我が社に就職してほしいわけでは全くないが、このプロジェクトの契約だけでぜひお願いしたいっていう感じでお願いされるんですよ。社員としては全く使えなさそうなんだけど、ここだけピンポイントでお願い。外注っていうのはそういう役割なんですね。そうなんです。ここまで聞いてわかると思うんですが、会社に入って求められることの延長線上にはメインビジュアルを担当するというルートは実はほぼ存在していません。例外はありますよ。例外はあるんですが、基本的にはね、そういう図式なんです。それと正確に言うと、外注仕事であってもメインルートと絵柄合わせルート、実はね、2つ分かれているんですが、ちょっとね、ここまで説明してしまうと長くなってしまうので、今回は省略しますが、大枠としてはこの2つのルート、これがね、あると思っていただければ今は十分です。その辺をですね、ごちゃ混ぜにして考えてしまうと、自分がどの方向に行けばいいのか勘違いしてしまって、やたら遠回りしてしまう。まさにね、僕のようなことになってしまうんですね。はい。なので大事なのは、最終的に自分がどういう活動をしていきたいのかという大枠での方向性を定めることで、質問してくださったバブさんはおそらく今の絵柄から判断すると、自分の絵柄や個性を活かした絵の仕事をしたい方だなという風に僕には見えました。そういう場合、無理に絵柄合わせの仕事をしながらチャンスを見て自分の絵の仕事にシフトしていくというよりも、今は全く絵の仕事がない場合であれば、絵とは関係のない全く違う仕事で収入を得ながらチャンスを狙っていった方が、むしろ効率的に目的地にたどり着くかもしれないなというふうに思いますね。斉藤さん、わかった。前提はわかったからいいから早くそのチャンスをつかむ方法を教えてくださいよって思いましたか？はい。すいません。焦らないでください。次はですね、チャンスを狙うにはどうすればいいのか、その話をしていきたいと思います。圧倒的に目立つ。外注でのメインビジュアル、キャラクターデザイン、いわゆる花形のような仕事を依頼されるようになる一番の方法は、もうね、圧倒的に目立つこと。これにつきます。目立っていれば、そういう仕事が来ます。なぜかって？いや、当たり前です。だって、イラストって描いている人からすれば、それは絵です。ですが、依頼する企業からすれば、それはイラストである前に広告なんですよ。そのイラストでどれだけ人を集められるのか。それが企業が絵を依頼してくる際の一番の価値判断です。だから、企業から仕事を依頼されたかったら、社会常識とかマナーとか、コミュニケーション能力とか、もちろん大事なんですけど、もう死の子の言わずに、目立つこと。これを一番に考えてください。でね、目立つってどうすればいいのって思うかもしれませんが、それにはいくつか方法があります。まず考えられるのは、注目のプラットフォームでいち早く作品を発表すること。これはですね、比較的みんなが取っている戦略です。結構ね、やりやすい戦略なんですよね。とはいえね、得体の知れないものにすぐに飛びつくのは、行動力とか思い切りが必要なので、意外とね、そういうスタンスを持っているだけでも目立ちやすいです。例えばピクシブやツイッター、インスタなどでいち早く発信を始めた人は当時それだけで目立っていたと思いますし、 YouTube や TikTok の先行者はそれだけで目立ったと思います。実は僕もね、いち早く19歳という若さで仕事を得られたきっかけの一つは、ホームページで絵を発表していたことなんです。その時代はね、自分のホームページを持っている人っていうのが少なかったので、それが有効に働きました。ちょっと前だとクラブハウスが話題になりましたし、同じツイッターのプラットフォーム内でも、ツイッタースペースは新たな発信の場として活用され始めましたよね。今でこそそういうプラットフォームは誰もがみんな作品の発表の場として利用していますが、できたばかりの時って多くの人は大体ね、様子見してるんですよ。そういうところにいち早く入って自分の存在をアピールしていくことは、実はかなり効果的だったりします。最近だと実際にクラブハウスやツイッタースペースがきっかけで、それまでは無名だったのに仕事につながっている例をよく見かけます。新たなプラットフォームで圧倒的に目立つというのはかなり有効な手段ですね。ただですね、そういったちょっとチャラチャラしているというか、浮ついたことが嫌いな
人もいると思います。流行りに飛びつくなんてもう恥ずかしいよなんていう人。そういう人はですね、一人で何かコンテンツを作ることをお勧めしたいです。特に最近よく見るのは、自主制作アニメとか、自主制作ゲームですね。二つともね、もともと大変なことに変わりはありませんが、年々ソフトの性能が高まって、一人でもゲームやアニメを制作しやすい環境が整ってきています。アニメやゲームは一枚絵とは違って、それ単体でコンテンツとして楽しみやすいので、それだけで多くの需要を集めますし、何よりも圧倒的に目立つことができます。最近よく、これ本当に卒業制作なの？プロじゃんっていうクオリティの自主制作アニメやゲームを見ることがあると思うんですが、あんな風にね、話題になってネットニュースなどで取り上げられたとしたら、その後仕事が来ないわけがないです。それに一人で一つのコンテンツを作れちゃうわけですから、企業としても注文しやすいです。こういう10秒ぐらいのアニメを作ってください。でね、その人に言えばいいわけですし、使いどころも想像しやすいですよね。そういう意味で一人でゲームやアニメのコンテンツを作れるというのは非常に目立ちますし、仕事につながりやすいと思いますね。それとこういうことができる人っていうのはかなりノウハウを持っている人が多いので、結果的に実は企業に勤めていた経歴がある人は多いと思います。さっきは否定しましたが、企業に入ってその延長線上で成功してスターになったみたいに見える人が一方でいるのは、これ正確に言うと、その企業が何らかのレールを敷いてくれたわけではなく、企業での仕事のノウハウを活かして全く違うところで個人の活動で活躍してみせた。だからそれがチャンスにつながったという例なんです。ただね、こういう人もいると思います。なんかもうそういうめんどくさいこと考えたくないんだよ。もう手っ取り早くすぐにできる、今すぐチャンスをつかめる行動ってないの？ゲームとかアニメとか作るのも超大変そうじゃん。そんなの無理だよ。はい。そんな人はですね、有名人にあやかるというのもありだと思います。有名人や有名ライバーに絡めばそれだけで、その有名人のフォロワーが見てくれるチャンスが広がるわけですから、目立つことができる期待値が高まりますよね。例えば、そうだな。機械の描写が得意なバブさんの絵柄を考えると、有名人100人をもうメカ化していくみたいなチャレンジは面白そうじゃないですかね。描いたイラストを実際に有名人のツイッターに送っていくとかすれば、もしかしたらね、その人が宣伝してくれるかもしれないですし、目立つチャンスや話題になれるきっかけが増えると思います。自分の需要を可視化する。ここまで聞いてくださった皆さんなら、今から言うことをすんなりと理解していただけると思います。企業は物やサービスを売って利益を出すのが目的です。そしてその企業にとっては、イラストはその目的を達成するための広告の役割を担っています。つまり、集客ですね。だからそのイラストが実際に集客につながるということを数字として提示できれば、おのずと仕事というのは舞い込んでくることになりますよね。例えばね、Twitter のフォロワー数なんかもその一つです。フォロワーが100人の絵師と、フォロワーが100万人の絵師。この2人がいたとしたら、100万人の絵師に仕事を依頼した方が、単純にね、お客さんを100万人ぐらい連れてきてくれる可能性がある広告塔なわけですから、フォロワー数100万人という数字が、その人にイラストを依頼する数字的根拠になります。最近はね、フォロワー数が多いと言っても必ずしも、それが購買につながらないケースが多いっていうことがだんだん分かってきていますので、単純にね、フォロワーだけが多くても仕事の依頼は来ないかもしれません。むしろどれだけ熱烈なファンがついているかを重要視するクライアントも増えていますから、フォロワーからのコメントとかつながりみたいなところまで見ている依頼者も多くなってきていますね。で、そういう意味ではですね、実際の販売数、同人誌とかグッズを自分で作ってどのぐらい売れたということを公表してしまう方が、僕は仕事を得る上では有効だと思います。だって特殊な販路を持っているわけでもない個人販売において、仮にね、同人誌を1000部、2000部売っていたとしたら、フォロワーの数よりももうダイレクトにその絵師のニーズが一目でわかりますよね。僕が絵の依
頼者側だとしたら、そういう人に絵をお願いしたいって思います。だって絶対に売れることが保証されているじゃないですか。以前まではね、リアルイベントの良い場所、シャッター前とか壁前とか、そういう場所で販売することが、その役割を果たしていたように思うんですが、今はリアルイベントに頼らずとも、ネット販売でグッズを売れるようになりました。ただね、リアルイベントと違って販売数が目で見てなかなかわからない場合が多い。だからね、その販売数はもう積極的に公開していきましょう。そういうことをするのもありだと思います。企業から仕事をもらいたいのであれば、自分にはこれだけのニーズ、需要があるんだっていう数字的根拠を示すのが有効な手段だと思うからです。僕から見たバブさんに足りないところは多分ここ、数字を作るということだけだと思います。絵は個性的で素晴らしいですし、VTuber にね、絵を提供して活動の幅を広げようとする行動力も素晴らしいです。ただそこでどれぐらい成果を上げたというね、数字の部分があまり見えてこない。多分ね、これからそういう実績を作られる段階なんだと思います。しかもですね、じゃあバブさんが実際にそういう数字を全く作れていないかというと、僕はそうではないと思ってるんですよ。ただアピールが足りないだけ。だってバブさんの活動を見ていると、コミッションを積極的に受け付けていて、月に10万円以上個人依頼をこなしていることも多いということですので、そのコミッションの総額を目に見える形でアピールするだけでも、この人は個人依頼でこんなにニーズがある人なんだというのを可視化できると思います。意外とね、そういうのって自分でアピールしない人が多いんですが、それはちょっと損していると思います。何か成果が出たら、特に数字的に示せる成果があるとしたら、積極的にアピールして、自分にどれだけの需要、ニーズがあるかを開示していくこと。これを考えてみると、企業から仕事が増えるきっかけの一つにしていただけるはずだと思います。ぜひ意識してみてはいかがでしょうか。今回は企業から仕事を受けるにはどうすればいいのか、僕なりの方法をお話ししてみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、長くなってしまいそうだったので、僕がどうやって仕事を得たのか、そのきっかけになった話などは、触りだけしかお話できなかったんですが、そういった話が気になる方はですね、こちらの動画、公開します。19年前から今までのイラストの変化で詳しくお伝えしていますので、興味がある方はこちらを参考にしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。